お、すごい。アラビカできた。お、こんな高くない。アラビカがついにホーチミンにもできました。本当だね。さあ来ました。は10万5000ドン。アラビカができたとはな、すごいよね。すごいね。これは嬉しいんじゃない？うん。駐在の人とかにも。いただきます。さあ今日の動画なんだけど、もともとホーチミンに住んでた僕らが、まあこう旅するのに便利な情報をちょっといろいろ紹介しようかなと思ってます。バスの乗り方とか、あとまあやっぱ海外でさ、まあ、最近俺らもそうだけど、ちょっと前マレーシア行ったらコロナになっちゃったりさ、やっぱ昔よりそういう病気になる確率が結構高いじゃん。そうだね。そうなった時にやっぱ日系でキャッシュレスで海外保険ですぐ対応してくれる、そういう病院も紹介したり、ホーチミンの中のレストランとかね、そういうのもちょっと紹介できたらなと思ってます。はい。であとはお得に泊まるホテル、でちょっと前にお肉っていうエリアを紹介したんだけど、あっちはまあめちゃくちゃ快適に泊まれて、ちょっと海外リゾートも味わえるよみたいな感じなんだけど、まあ、そうじゃなくて初めてホーチミン来たからやっぱ街中ど真ん中に泊まりたいわっていう方向けに、まあ、ホテルもいっぱいあるじゃん。でその中で特にこの値段で泊まれるのみたいな、5000円以下で泊まれるホテルがあるんで、そこをちょっとご紹介しようかなと思います。はい。でホテルに関してはもういいところ5つ星に泊まるんだったらもう外資にしといた方がいいかなと思います。まあそれこそハイアットがあって、ヒルトンがあって、マリオットがあって、あとルネッサンスか、であと韓国系のロッテがあったり、プルマンがあったりするんで、まあそこら辺の外資に泊まっといた方がまあいろいろと何かあった時に楽ちんかなと思うんで、5つ星だったらそこら辺がおすすめです。であとまあ日光ね、日光も5つ星で、まあ、ちょっと街中からちょっと離れてるから場所としてはちょっと不便なんだけど、まあそこら辺がいいかなと思います。でそれ以外にね、ホーチミンでおすすめなのはレジデンスっぽい宿ね。でサマセットとかシタディーンとかオークウッドとか、そういうところがキッチン付きでちょっと広めの部屋を提供してるんで、あとは高島屋の上のセドナスイーツっていうのももう高島屋の真上でレジデンスで2ベッドルームキッチン付きとかそういうのなんで、ちょっとグループとか大家族とかで行く場合そういうところもおすすめだね。で僕らが紹介するのもそういうレジデンスの一つで、だけどめちゃくちゃ安いっていうところをちょっと今日は紹介したいと思います。あとはレストランの選び方だね。でレストランなんだけど、本当にホーチミンはレストランいっぱいあるんだけど結構難しくって、でちょっとやっぱね衛生的にもちょっとあまり良くないところも結構あるから、やっぱ屋台とか市場とかで食べるのはあんまおすすめできないかな。で肝炎の注射とかね、そういうの打ってればまだいいと思うんだけど、で僕らもそういう予防接種は全部してるからまだマシだとは思うんだけど、まあ、旅行でねそういうところでお腹壊しちゃったらもう全部パーになっちゃうんで、やっぱりそういう日数でね、2年ぐらい前からホーチミンもミシュランのガイドがホーチミンも始まったのね。だから結構ミシュランで星付きとかビブグルマンとかおすすめっていうのを探すのも一つ手だと思います。で実際僕らが住んでた頃はまだミシュランなかったんだけど、ミシュランできてみたらやっぱり行ってて美味しくておすすめしてる店とか、前ベトナム来てこう動画でも紹介してる店なんかはほぼ全部がやっぱミシュランに入ってたから、そういうミシュラン見ていくっていうのも安心だと思います。そうだね。で結構旅行する時とか Google マップを見てさ、レストランのレビューとかを見てお店探す方多いと思うんだけど、ホーチミンに関して言えば当たってることもあるし全く当たってないこともあるんで、これは本当に注意が必要です。っていうのが結構レストランで店員さんがレビューしてくれとか、レビューしてくれたらこれサービスしますとか、割引しますとか、でもっとひどいところだとレビューしないとちょっと席立てませんぐらいの雰囲気があるところなんかが結構あったりして、でそういうところだともう5しかつけれないじゃん。だからなんか 4.9 とか 5.0 でやたら評価がいいとかね、コメントが何千件もあったりね。でそういうところを見分ける方法としては、
一つ言えるのが誰々さんのサービスが良かったですとか、うん具体的に店員さんの名前を書いて投稿してることが多い。普通レストラン行って美味しかったらさ、誰々さんのサービスがすごい良くて美味しかったですってなかなか書かないじゃん。書かないね、うん名前見ないもんね。そうだけどそうやってこれレビューしてくださいとかっていう時は担当者がついて、これ私こうなんで私を書いてくださいとか、そういうことが多いので、一概には言えないけどね、あとねもう一個難しいのが、俺が住んでる時もそうだったんだけど 4.6 とか 4.7 とか評価が良くても突然ね店を乗っ取られるんだって。要はその店の権利ごと家賃が何十倍になりますよとか、もう退去してくださいと、だけどお店はそのまんま置いてけとか、そういうことが昔は結構あったの、で今はちょっとどうなってるかわかんないんだけど、そうなるとレストランの評価いいけどお店の運営が変わってて全然美味しくないとか、そうだね、そういうことも結構あったりするんで、先月まで美味しかったけど急に全く美味しくなくなっちゃったとかが結構ありえるんで、結構難しい。ここら辺は難しいよね、このホーチミンの街中でおすすめできるレストランでベトナム料理屋さんっていうと、俺何個か思い浮かぶんだけど、まずはやっぱりフォーフォアパスタかな、パスタ通りにあるフォー屋さん、ここはもう昔からもう20年以上ある、俺が知ってて20年前から来てて知ってるだけだけど、もっと昔からあると思うんだけど、他も昔からある間違いないお店、それからあとはニャハンゴンっていう、なんだニャハンだからご飯屋さん美味しいだねっていうお店も、もう俺が2007年に来た時からちょっとね場所は一回変わってるんだけど、ずっとあるお店で、ここはもうベトナム各地の料理が食べれて、それこそバインセオっていうお好み焼きから生春巻き、全てのベトナム料理の基本のベトナム料理から全部食べれますみたいなお店なんで、ここも初めてだったらいいかなと思います。イックからは離れたところにフォンクアっていうお店があって、でグラブとかねバスでも行けるお店かな。ここから20分30分かかるんだけど、そこに行けばマットクラブ、なんか硬い甲羅のカニのいろんな料理が食べれて、1キロ何万ドンで買って料理をこういう風にしてくれて選ぶんだけど、ここなんかローカルにも今でも人気なんで、ここなんかもおすすめです。あとはね、前の動画でも紹介してますけど、クアンネム、ブンチャーハノイ、ハノイの名物なんだけど、めちゃくちゃ美味しい。ここもそうね、このお店も結構長い間ずっとあるよね。もう30年はあるんじゃない。ベトナムの方も来れば観光客の方もいっぱい来るし、とても人気のレストランです。あと旅行の方にはあんまり関係ないと思うんですけど、これから駐在をするとか、ちょっと長期でホーチミンベトナムに来ようかなというふうに考えてる方向けに、日本人向けのサービス、病院もそうなんですけど、それ以外に日本食屋がいっぱい食べれるところとか、あと日本のお店ね、日本のものが買えるお店なんかもちょっと紹介できたらと思います。おー、結構いいよ。どう？いいね。いいよね。中がね、リノベーションされてるみたいで綺麗だよね。ここで4800円ぐらいだけどいいよ。ここがリビングでしょ、ちょっとあっち行ってみると、結構いいんだよ。キッチンもわ、すごいじゃん。でこっちに行くとバスルーム、ちょっともう俺使っちゃったんだけど、そしてこっちが寝室。じゃん。いや、いいよ。めちゃくちゃいい。宿はここだね。メイフェアスイーツっていうところ、WMC タワーって言って、なんかね、で上にね、このサマーカクテル&シティビューっていうルーフトップバーがあるみたい。一回行ってみてもいいかもね。ここがどういうところかっていうと、すぐそこがもう VBN 通りって言って、フォングーラオと VBN 通りっていうのがよくある海外のバックパッカー街っていうか、飲み屋がいっぱい集まってたり、なんか騒がしいところになります、でもそこの薬局のところが VBN 通りです、そういう位置。中入っちゃおうか、VBN に、こんな感じで
お店がいっぱいあって欧米人がいっぱいいるね。そうだね。まあここは欧米人の住んでる人っていうよりは旅行者だね。で結構安い宿があるから長期で来てる人が多いね。いっぱいツアー会社もあるね、やっぱり。そうだね。バスとかの手配。まあネットが中心になったけど今でもこういうバスとかはこういうところで撮ったりするんだね。でこの隣からかな VBN のスターター。そうだよね。これはまだ手前のところ。騒がしいね。まあこれからだね、お店は。そうだね。まだ全然人もいない。ホコ天になってないし。わあ、ここはなんかインド系だね。匂いがすごいスパイシーで。テイラーもあるしね。あ、本当？あ、本当だ。テイラーもあるし。なんかインド人街テイラーあるもんね。へえ。ババズキッチンっていう美味しいインド料理があったんだけど、なくなっちゃったかな。なくなっちゃったかな。ねえ。あ、ババズキッチンあった。ババズキッチンあるじゃん。本当。ここは昔からあって美味しいです。場所ここだったかな。そして今泊まってるところはもうすぐここから徒歩20秒ってところ。めちゃくちゃ近いね。そうそう。宿ね。さあ朝ごはんはベトナムのいいところデリバリーです。でも結構高いね。20万ドンだから1100円。さすがデリバリーの大国で、これ自分で作りなさいって手袋ついて。どんな感じ？しかも半分に切ってくれてあるじゃん。あ、それはね選べたの。あ、そうなんだ。これはでも野菜以外は入ってるんだね。そういうことだね。野菜がビチョってしちゃうから自分はすごいね。すごい量だね。すごいね。わあ、美味しそう。いいね。ああ、すごいすごい。いただきましょう。こっちの野菜って感じ。パクチーと。こっちが多分あれだよね。オニオン。ああ、酢漬けだ。違うかな。そうだよね。こんなに入るっていう感じだね。すごい。入りきらないくらい野菜が来てるね。そちらは豚かな。豚？多分。いただきます。わあ、うまそう。美味しい？おいしい。チーズも入ってる。本当だね。すごい。こっちもチーズ入ってるじゃん。ちょっと今っぽいのかな。ちょっとおしゃれなお店なのかも。お店行ってないからわかんないけど、屋台っぽいところじゃないからね。屋台だと2万ドンぐらいだからさ、やっぱり値段が全然違うから、1個10万ドンだからね。さあホテルからちょっとコープマートまでお買い物に行ってみたいと思います。ここから600メーターぐらい歩いてちょっとスーパーに行ってみます。コープマートっていうのがかなりローカル感が強いスーパーになるんですけど、この辺りで大きなスーパーそこになるんで行ってみたいと思います。スーパーでフルーツも買えるんですけど、ちょっとライチとかも買いたいなと思ってて、で今の時期は生のライチがちょうど出てる時期なんでちょっと聞いてみたいと思います。
いっぱい売ってるこの辺すごいいいですね。美味しそうです。バムイもキロバムイ3万丼1キロ3万丼らしいんで1キロ買いたいと思います。はい、買えました。1キロ3万丼です。めちゃくちゃ安い。150円ちょっとぐらいかな。結構バイクもまだ多いんですけど、車も結構増えてきました。ここ数年で。雨が降ってきた。騒がしいです。買ったものをなんかここ配達多分してくれるんで、今ここのカゴの中に入ってるのが全部配達用ですね。これでグラブかバイクタクシーかで運んでいきます。はい、着きました。オープンマート。中はこんな感じ。スーパーなんでいろいろ売ってます。生活用品からちょっとした家電と、2階は洋服かな。で生鮮食品オフでこんな感じでお水やらコーヒーやらもいろいろ売ってます。生鮮食品を見に行ってみましょう。あ、ココナッツいいね。ココナッツは1個23,500ドル。23,500ドル。リンゴは結構高くて、でもこれで10万ドン、11万ドンぐらいですね。結構リンゴはこっちでは高級です。長野県ではいっぱいありますけど。マンゴーが3万ドンくらいかな。これでもうちょっと安いのがあるかもしれないんですけど、ドリアンがキロ11万5,000ドンですね。いっぱい売ってます。ちょっとでもドリアンはホテルの部屋に持ち込みが禁止なんで、ちょっと我慢して他のフルーツにしときます。海鮮の冷凍、これはなんだ、トコブシみたいなやつかな。あとはこんな感じで、あらすごい生きてますね、お魚が。あ、サバじゃないのこれ。キロ62,000ドン。こんな感じです。お姉さんがエビを選んでます。あ、ここにもっと大きいのがいる。この下に手長エビ。お肉はこんな感じ。さあコーヒーはねこんな感じで、ベトナムといえばコーヒーが、とても有名なんでいろいろあるんですけど、有名どころでいうとこの辺の中園コーヒーとか、これは粉になってる中園コーヒーですね。あとちょっと高級なのはこの辺かな。お茶で行くとこの辺が定番かなと思うんですが、結構いろんな種類のお茶もあるんで見てるだけでも楽しいんですけど、美味しいお茶も多いんで、お茶も何種類か買っていくといいかもしれません。でチップスとかスナック系の定番商品はこの辺かなと思います。ジャックフルーツとか、東南アジアならではですけど、こういうちょっと日本ではあまり見ないようなチップスも多いです。定番のお土産といえばフォーですよね。フォーの種類も結構いっぱいあって、インスタント麺の種類がいっぱいあるんですけど、これかな、ビンホンのフォーガーっていうのがチキンなんで、これが癖がなくて結構食べやすくておすすめです。ああ、ここだ。こ
こが朝グラブフードでテイクアウトしたバインミー屋さんだ。結構人気のバインミー屋さんみたいで、今も結構来てますね、お客さんが。ここだったんだ。さあ、ホテルの近くまで戻ってきました。クロンっていうカフェもあるんで、そこでテイクアウトしていこうと思います。買いました。なかなかちょっとコーヒーが濃そうだけど、シュガーなしのコーヒーです。はい、買ってきました。フクロンのカフェラテが2つで11万ドン。55000ドン。まあ安いね。安いよね。で、ポップマートで買ったのがこのマンゴーね。マンゴーが3万ドンと、これのスナックが1万800ドンと、カラムーチョ。そうそう、カラムーチョ。なんか2つついてる。いいね。で、あとこのバナナが1万2000ドン。安いな、バナナ。で、ライチが路上で3万ドン1キロ。安い。結構安かったね。安いです。じゃあいただきましょう。ベトナムコーヒー？ベトナムコーヒーだ。なんか下に結構濃いのがあったから。おお、濃いな。結構濃い？さあ、ご飯の時間です。今日は一日ほぼ外に出ずね、デリバリーです。そしてこれ牛丸、美味しいんです。これがね、一つ20万ドンぐらい、22、3万ドン、22万ドンぐらいか。そうだね。だよね。とこれがポキサイゴンっていうサラダの美味しいところ。これも20万ドンぐらい。それぞれ別のお店で頼んでトータル60万ドンぐらいだから3300円400円ぐらい。そうだね。なんかさ、他のアジアに比べてスムーズに来るね。そうそうそう。やっぱりバイクが多いからだろうね。じゃあいただきますか。これまでね、動画ではほとんど公共交通機関は地下鉄か、あともうほぼグラブで移動してたんだけど、まあグラブっていうのが日本でいうウーバーだよね。で、東南アジアではグラブっていう風になってるんだけど、でグラブカーとグラブバイクがあって、でグラブカーばっかり乗ってました。でそれ以外にベトナムはベイっていうのがあって、で僕らも両方アプリは入れてて、安い方で乗ってます。でね、大体ね、初乗りが3万ドンぐらいかな。そうだね。だから160円ぐらいから乗れるんだけど、まあ、ちょっと乗ってもそんくらいかかっちゃうんでもったいないなと。でそういう場合タクシーがね、初乗り2万ドンしなかったと思います。でこの前のこのビナサンタクシーっていうのがまず安心なやつ。それからマイリンっていうのもあるんだけど、まだ見てないね。緑のやつがね、マイリンって言って安心なんだけど、まあ、ただこのビナさんも気をつけないといけないのが偽物があるんで、ちゃんとしたところから乗った方がいいと思います。ホテルのロビーとかね。あとはまあホーチミンは街が小さいからずっと歩くこともできると思うんだけど、僕らが住んでる時はずっとこのバスを使ってました。ホーチミンはとにかくバスが乗りやすくてめちゃくちゃ便利です。152番乗ります。はい。5000ドンで手挙げたら来てくれてすぐ乗れます。で乗ったらお金は後で払う感じです。最近なんかピッていうやつで乗れるっぽいね。そうなんだ。でもなんか現金でも全然乗れるんで。乗れるよね。でバスの入り口のところに現金の金額が書いてあるんで、それで車掌さんとか、あと女性の方が多いけどね、回収に来てくれます。でバスの乗り方なんだけど、そんなに難しくなくて、乗って座ってたら車掌さんが、女の人と男の人がこうお金を回収に来てくれるんで、ずっと待ってたら大丈夫です。で多分20万ドンとか50万ドンだと使えないことがあるんで、最低でも5万ドン以下にはしといた方がいいかな。そうだね。だいたいね、5000ドンか7000ドンだと思う。で空港行くちょっといいやつとかだと1万4000とか1万5000とかあるけど、基本1万ドン以下で行けるんで便利。便利だね。でこういうね、
レシートをもらうんだけど、これを絶対降りるまでは隠しちゃダメです。時々外から見回りの人が来て、持ってないと多分罰金になって、で降りる時はここの赤いボタンを押します。で降りると、はい、でもしボタンを押してもブーとかならなかったらスンスンって騒げば止まってくれます。次のバス停でね。でね、今使ってるのがこれバスマップっていうやつなんだけど、めちゃくちゃ便利で、もう行き先をこのバスマップに入れたら、どのバスでどう行ってどのバス停で降りて、そこからどういう風に歩けば着きますよと。でバスが何分後に何番のバスが来るとかも全部わかるんで、このアプリさえ入れとけば誰でもバスは簡単に乗れます。超簡単だよね。簡単。めちゃくちゃ優秀。バスの本数もいろいろ結構あって、でその種類もいろいろあるんで、このバスで行ったらこういうルートで行けますよとか、でバスが全然ない場合はこれとこのバスを乗り継いで行けますよとか、そういうのも全部やってくれるんですごいです。これこんな感じで、この黒いところから今日乗ったんですけど、ずっとこう行ってくれます。ちょっと後で実際バスマップでやってみてご紹介します。4人とかだったらもうグラブでいいと思うんだけど、1人とか2人だったらグラブ1回3万ドン払うの結構じゃん、ね、だけどバスだったら1回5万ドンなんだ、5000ドンなんで、ね、6回乗れるからグラブに、でバスっていうのがグイグイ突っ込んでってくれるから、渋滞してても意外と早かったりするんだよね。降りるよ。で降りるとき気をつけてください。この右からね、隙間を縫ってバイクが突っ込んでくるんで、右側見て、日本と逆なんで右側見てから降りるようにしてください。で今降りましたよと。でこう歩いて 200m 歩けばゴールです。さあじゃあバスマップの使い方なんだけど、まあここにまず行きたいところを入れます。こうやってピッと。でここなんだけど、でFind Direction にすると、こうやって45番、18番、93番、45番と18番で、この45番と18番っていうのは乗り換えだよね。乗り継ぎだね。乗り継ぎで、45番はまずトータルで 313m 歩きますと、で7分で6000ドンです、でバイシクルっていうのもあるんだね。バイシクル今レンタルバイクがあるからでしょう、多分ね。でじゃあ例えばこれをピッと選ぶと、今ここにいるよと、黒いところね、ちょっとまず最初 150m 歩いたら4分後にバスが来ますと、でそこから乗ってここで降りて、最後 160m 歩いたら着きますよ、こんな感じです。超わかりやすいです。こんな感じです。ベトナムの道路を渡るときは車はあんまり止まってくれないんで待っといた方がいいけど、バイクは全部避けてってくれるんでゆっくり歩けば大丈夫です。このドンコイとレタントンのぶつかったところの交差点に日系のお店がいっぱい入ってるビル、パークソン、昔パークソンっていうデパートだったんだけど、今もパークソンなんだけど日本のもんがいっぱい入ってるんで、これから駐在する方とか、あと出張者とか、ちょっと長期でホーチミンに行って日本のもん買いたいとか、そういう方にはすごい助かるかなと。あんまり旅行の人には必要ないエリアなんだけど、必要のない建物だと思うんだけど、何が入ってるかというと、まずユニクロ、それから江南ホームセンターだね。江南も入ってます、で最近ニトリもできて、あと無印良品と、全部入ってます。ここに日系のものが助かると思う、これはね。でこっちのビンコムセンターにダイソーと松清が前入ってたんだけど、今どうだろうね。ダイソーは潰れちゃったみたい。他にはあると思うんだけどね。ここは便利ですなんで助かるよね。日本よりはもちろん高いんだけど、さあここがレタントンとハイバーチュンっていう通りの交差点で、このハイバーチュンは一番あれかな、
目抜き通りみたいな感じかな。うんどんこいが観光客向けで、こっちのハイバーチュンがもうちょっとこっちの人向けの感じのところです。で今この道がレタントンっていう道なんだけど、うんここがまあ昔からある日本人街だね。はいこっち来て疲れちゃったとかさ、うんもうベトナム料理とかアジア料理食べれないわってなっちゃったり、日本食が食べたくなったらこのレタントンに来たらもう何でもあります。ありますね。とんかつからうなぎ、ラーメン、お寿司、うどん、もう何でも本当にある。でそんなに高くないかそうそうらね。下手したらベトナム料理より安いからね。うん15万ドンぐらいでとんかつ食べれるかな。15からまあ20万ドンぐらい20万ドンか。ぐらいかな。うん、で、とんかつ定食とか食べれるし、うんで一風堂とかだったら結構安いし、うん。あとは吉牛とか、あとはすき家か。スキーヤーだね。もうあったりカレーもココイチもあったかな。ココイチもあったかうん日系の病院もこの近くにあるんだよね。そうだね。うん、ロータスクリニックっていうのがあって、日本人のお医者さんがいて、全部日本語で対応してくれて、うん海外旅行保険のキャッシュレスにも対応してると。まあ、うん入る海外旅行保険によってもしかしたら変わるかもしれないんで、それは保険屋さんに聞かないとダメだけど、まあそれもあるんで安心です。はい。あとね、このレタントンにあるファミリーマートがなんか他のファミリーマートと違って、うんすごい日本なんだよね。そうそう。まあ日本人がいっぱい住んでるアパートメントの下にあるからなんだけど、ここのファミマも結構助かります。はい。こんな感じですき家があったり、こっちは何？居酒屋居酒屋だね。あと業務スーパーもある。そこに、若葉とかね、昔からあるね。おでんかな。だったっけ？おでん食べた気がするな。ああ、そう。このビルの何階だったかな、ロータスクリニックは。一風堂はここに移動したんだ。一風堂があって、あとこのアクルヒっていうのが日本食スーパー屋さんです。で、こういう路地をね、ヘムって言うんだけど、この中入っていくと日本食屋さんがいっぱいあります。このシューっていうお好み焼き屋さんも20年以上ある。お寿司屋さんとかね、ちょっと日本の提灯なんかあってさ、一貫1万ドン、1万5千ドンとか。2万ドンとか。そうだね。1万5千ドン。まあ、高いのは4万、5万ぐらいしてる。5万6千とか。でもアジ1万ドンで食べれるんだ。すごいね。7万ドン。でもトロだもんね。安いよね。日本と変わらないじゃん。変わらないね。ビールもこんな感じだからね。3、400円ってところ。こんな感じのところです。ちょっと怪しいけど、でもお子さん連れにはとても向かないんだけど、でも私住んでる時は結構ね、来たよ、ここしょっちゅう来たよ。藤郎とかこの定食屋さん、あとダンボ。そうそう、ラーメンもあるし、ラーメン屋さんとか。結構美味しいお店も多くて、そうそう、安いんだよしかも。来たりしてました。そうそう。だって15万の7、800円でさ、ちゃんとしたラーメン食べれたりさ、ね。藤郎もこんな感じ。安いよ。チキン南蛮とかさ、14万5千ドンとかだもん。で、ここのランカスターっていうところの上にロータスクリニックが入ってます。はい。住所的には何番なんだろう、ここ。22レタントンだね。22レタントンなんで、もしもどうしても動けなくなってタクシーとか乗らないとダメだったら、22レタントンって言えば連れてきてもらえて、まあベトナム語だとハイムイハイだね。ハイムイハイレタントン。かハイハイレタントンって言えばここに連れてきてくれます。でこの隣があれか、ファミリーマートのあるところ、ちょっと見ていこうか。このレタントンの近くには人気のスパのミュウミュウスパっていうスパがあっていっぱい。中妻御用達のね、とてもいいですよ。いいのがあるね。何店舗かあるよね。なんだこれは。ラーメン屋さんか。深センっていうラーメン屋さんだ。安いな、ラーメン。食べたくなっちゃうね。ねえ。さあ、ここのファミリーマートはまるで日本です。食材も売ってるしね、ちょっと。
少人数向けの。日本のアイスクリームがいっぱいだ。本当じゃん。本当、ほら。サクレとか。雪見大福とか。サクレが42,000ドン。倍ぐらい。雪見大福が33,000ドン。まあ買えなくはないよね。うん。こんな感じ。納豆持ってるよ。あ、そうそう、納豆とこのこっちの納豆だよね。ドラえもんのお豆腐。そうそう、ドラえもん豆腐。これもよく買って食べてました。おー、29万ドン2キロ。1キロ14万5千ドン、800円ぐらい。新潟産無洗米コシヒカリ。おい、あ、松屋ができてる。松屋できてるじゃん。松屋なかったよね、前。なかったね。そしてここがミュウミュウスパ。ここはもう全部フィックスドプライスでチップもいらないからね。うん。安心だよね。うん。今いくらぐらい？ちょっと見てみようか。60分のホットストーンマッサージでボディマッサージ46万の、90分で62万の。そんなに変わってはない。ああ、いいね。お、ここはコンセルボって美味しいパン屋さん。で、上がココイチだね。すごいね、なんかここ。ココイチがあって、吉野家があって、この上はなんだ？牛マニア。牛マニア、肉バル。ホリエモンみたいじゃん。和牛マフィアみたいな。全部日本のだ。新しいホテルがちょこちょこ。インディゴができてるじゃん。いい雰囲気。結構素敵。ねえ。インディゴと、あとグランドフレッサー、相鉄だね。便利なところ。ちょっと町外れだけど。相鉄できたんだね。ねえ。良さそうじゃん。レタントンからずっとホーチミンから上の方に歩いてきて、一番端っこまで来てこの道路にぶつかったんだけど、ここがもう地下鉄の駅だ。ベンタンから2駅。ベンタンでオペラハウスで、その次のバソンっていう地下鉄の駅がそこにあるんだね。まで歩いてきました。さあ、またバスでお昼ご飯食べに行きます。お昼ご飯はソフトシェルを食べに行きましょう。18番のバスで行けるのかな。一応路線図もあるけど何のこっちゃかこれじゃ分かんないから、もうバスマップ使った方がいいね。カニ屋さんだ、これも。ああ、ここだ、ここだね。こっち側だ。俺あっちの通りかと思ったらあそこだね。あら、お店が綺麗になったかも。どうだろう、もしかしたら。ここら辺なんかカニ屋さんがいっぱいだ。そうそう、もともとはね2店舗あって1店舗あって最初、で偽物ができたの隣に。でそっちがなんでかミシュランなんだ今。あ、ミシュランって書いてあるよ。偽物側がすごいでしょ。94って同じじゃん。そうそうそう、両方一緒でね。多分奥がもともとの店で、今日はここです。こっちで食べてみるじゃん、せっかくなら。ミシュラン？ミシュランでね。どっちもあんま味変わんないけどね。変わんないけどね。これです。イートイン的なのはあるのかしら。そこにあるよ。本当だ。これがソフトシェルです。生きてるね。でこれがマットクラブだね。はい、グイ。すごい。何にする？何にしようね。まあこれはまず一つでしょ。22万ドン。それから春雨も美味しいけどね。春雨にしよっか、チャーハンじゃなくて。どう？いいよ。ね。あとソフトシェルでいいか。ソフトシェル食べたい。だよね。
ソフトシェルがこれかな。そうだよね。うんでいいかな。う OK。結構高級。んねえうん。これ入り口に生きてるのいたでしょ。それをこう生きてるまんま切ってでまたなんか生きてるうちにあげてた。揚げてる。ああ絶対美味しいじゃん。すごいよ。どうぞ。これが30万ドン。1600円ぐらい。結構高級だね。結構高級。じゃあいただきます。美味しい。美味しい。サクサクだ。そのタレにつけてもいいかもね。醤油もあるよ。あれついてる。ほんと。熱い。すごい。周りが柔らかいから。カニがすごいと思うよ。カニがすごいね。ねいっぱい入ってる。これがね22万ドン。結構高級。あ、うまいうまい。おいしい。うん。こうしてこれ入れてこれ入れてこんな感じです。ここに葉っぱもあるけどこんな感じでどうでしょう。いただきます。あ、うまい。美味しい？あ、うまいうまい。こちらはどうでしょう。春雨のカニの春雨。カニがすごいいっぱい入ってる。そうすごいね。すごいよね。それも25万ドンかな。パッと見高いんだけどこんだけカニ入ってたらまあそうだよね。美味しい。これは意外と優しい味。美味しい。カニの身がすごい。ね。美味しかったね。美味しかったね。今ので77万ドン。4000円ちょっと。まあ高いけどこのカニの量を考えたら、まあそんなもんかな。だし、まあ昔からそんなに値段が変わってないから、昔から高かったから、そうだね。そう考えるといいかも。結構この地元の人も来てるし、そんな感じです。美味しかった。美味しかったね。こっちとこっちがあるんだよね。どっちが本物だったかな、忘れちゃった。こっちが元祖だった気がするんだけどな。違うかな。どうだろう。空いてるね。今が結構町外れなんだよね。だいぶ北の方だね。これはホーチミンの。高島屋まで乗りましょう。どう ?300m も歩けて、まあしょうがないか。さっきの18番乗ってもいいけど。ああ、そうしようか。OK。
ました。さあこれから高島屋に向かいます。さすがバスは早いね。早いね。突っ込んでくからね。どこでみんな避けてくからな。車もバイクも。普通バスじゃ絶対入らないところをさ、横からグイグイ入っていくから。初めてだったら高島屋を中心に考えたら便利ですね。高島屋から北に行ったらオペラハウスで、そっちに行ったらシェラトンとかアイアット、カラベルホテルがあって、でレタントンもこの左の方です。でちょっと下に下るとベンタン市場になります。でね、さっきちょっと話した高島屋の上のホテルというかレジデンスがこれだね。セドナスイーツっていうレジデンスで高島屋直結なんで便利です。高島屋はサイゴンセンターっていう中に高島屋が入ってるんで、サイゴンセンターっていう場所になります。で高島屋の地下に降りると高級なアンナムっていうスーパーマーケットが入ってます。輸入食材店だよねが入ってたり、あとちょっとしたフードコートが入ってたり、昔は梅光軒だっけ、旭川のラーメン屋さんとか入ってたけど、あと中島水産が入ってるね。わあすごいな、中島水産だいぶ大きいね。こんなすごい鮎食べれるよ。すごいね。すごいね。ホッケ。うなぎも丼もお弁当もあります。13万ドンぐらいから、いいじゃん。鮭弁とか結構豪華ね。安いね。700、800円ってところ、1000円ちょっとでこんなに入ってる。本マグロが20万ドンくらい。1000円ちょっと。いいね。美味しそう。美味しそう。梅光軒まだある。本当だ。僕も食べたことあるよ。そうだね。あれ？水山っていう。知らないね。日本食。うどん屋さんだ。いいじゃん。いいね。パン屋さんね。山崎。いい匂いする。あと麻布サボね。変わってないね。変わってないね。これが結構ね、よく効く虫除けです。メンタームがロートがやってるんだ。これいいよ。4万ドン200円。いいね。2本買っとこうか。さあこれが高島屋でした。この前がね、サイゴンスクエアって偽物とかのお店だね。そうだね。そういうお店もまだあります。はい、行きますか。雨降りそうだね。